さてそれではね、朝を迎えたら冒険していくんですけど、その前にですね、このイノシシ肉、これをね食事に変えていこうと思います。さっきイノシシを倒したので、その時にねドロップしたやつですね。この焚き火の上にですねハンマー装備して調理設備あると思います。でこれを焚き火の上に設置して、あとはねアクションキー、まあいいキーを押すとですね焼くことができますね。はい、焼き上がったらこの調理設備から取ると、このね焼いたイノシシ肉っていうことで赤色の食べ物になります。でこれを食べるともう3食ねきっちりと食べることができるので、序盤はですねこのイノシシ肉で、もう一つねお肉、鹿肉っていうのが手に入るんですけど、まあそれがですね重要な食事になってくるので、入手したら適度に焼いておくことをお勧めしますね。でちなみにですねこの調理設備、この焚き火のところのね上でちょっとずつずらしておけばいっぱいね焼くことができるので、まあ別に焚き火一つで調理設備一つしか設置できないっていうことはないので、まあそれだけ覚えておいてもらったらいいかなと。はい、ではね次の目標がこの作業台で火打ち石の槍ってあります。でこれを作るっていうことと、あともう一つですね、この火打ち石の槍を使ってイノシシを飼って、この粗雑な弓、これを作る、この2つをね目標にしていきます。まずはですね火打ち石の槍を作るのに、この火打ち石10個っていうのが必要ですね。で火打ち石っていうのはこういうね水がある近くにありますね。ありましたね。これが火打ち石です。これを入手していきます。まあ序盤はですね結構多いめに必要なので、まあとりあえず30個ほど入手していきましょう。で草原でこの辺でね襲ってくる敵も普通にねコンボとかで倒せるので全然大丈夫ですね。で行動してるとですね、はい、こんな感じで黒い森って出てくるんですけど、もう明らかですね雰囲気が違う場所が出てきます。まあこの場所っていうのは基本的に今の状態はね立ち入らない方がいいですね。このバルヘイムっていうゲームはですね敵の強さとかがバイオームによって管理されてるんですよ。これ今右上のマップの表示草原って出てますけど、黒い森にね踏み入れたら黒い森に変わります。まあ黒い森っていうのはねバイオームが違うので敵のレベルっていうのがね結構強いです。装備ができてない今の状態だったら敵がかなり強いので、今の段階では立ち入らないようにしといてください。まあ基本的には自分がね攻略していないバイオームは近づかないようにしましょう。はい、それではまあ火打ち石30個と、あとねイノシシとかを倒して川の切れ端ゲットしたので、まあこれでね火打ち石の槍作れますね。これで火打ち石の槍ができました。はい、それではね次火打ち石を使ってですね作業台をねアップグレードします。まずこのハンマーを装備して作成のところに切断台ですね、これを作業台の近くに設置します。するとですねここのね星が改良されて2になりましたね。これ何かというと作業台とか、まあ後ほど解説する火事場とかもそうなんですけど、このアップグレードのクラフトを近くに設置することによって設備のレベルを1段階上げれます。まあ、設備のレベルが上がればですね当然作れるものも増えますし、あとはですねアップグレード、これ今設備レベル2で品質2にアップグレードできるんですけど、武器を強化することも可能です。なので基本的にはですね作業台とか火事場っていうのはどんどんアップグレードしていって、自分の装備っていうものをより強くアップグレードしていくっていうのが結構ねバルヘイムで生き残るには重要ですね。
ではせっかくなので火打ち石の槍、さっき作ったやつね、アップグレードできるのでアップグレードしておきましょう。はい、 OK です。で夜なので寝ます。はい、 OK ですね。起きたらとりあえずイノシシ肉を焼いて、で火打ち石の槍ができたら次はですね、粗雑な弓、これをね作っていきます。まあ皮の切れ端が8個必要なので、またねイノシシを買っていきましょう。でまあいろいろとねこう集めたアイテム、まあ手持ちがねパンパンになったり、あとはね重量がちょっとやばくなったりするので、ハンマーを装備して家具のところにあるこのチェストですね、これを設置します。このチェスト何ができるかっていうと、アイテムをね預けることが可能ですね。まあこれでねアイテムを預けておかないと手持ちパンパンになったりするので、このいらないね火打ち石とか、あとはなんか道中拾ったこの矢とかをねこのチェストに預けといた方がいいですね。ちなみにコントロールを押しながら押すとすぐにね収納できます。であとですね、こうシフトを押しながらアイテムを選択するとスタックを分けることができるので、例えばこれ5個の樹脂を2個と3つに分けることもできますね。であとはですね、自動収納っていうのが追加されてて、このねスタックを置くっていうボタンがあるんですけど、このボタンを押すとこの下のねチェストにあるアイテムと一緒のもの、一緒のアイテムをですね手持ちからチェストに一瞬で移すことができます。これ今だったら樹脂と木、これがですねチェストにあるので、このスタックを置くっていうのを押すと一瞬で収納できますね。こういう感じでね便利に使えるので、チェストはね絶対置いておきましょう。でなんでですね火打ち石の槍にしたかっていう理由なんですけど、まあナイフあるんですけど、まあ序盤はですねナイフより槍の方が攻略はしやすいですね。まあなぜかというとですね、結構手軽に作れる割には攻撃力もいいですし、あとはですね序盤のこういうイノシシ、まああそこにいるんですけど、あのイノシシをねおびき寄せやすいっていう点があります。この状況でですねマウスホイールを押すと槍投げをするんですけど、槍投げをすると、まあ、イノシシがね一瞬で反応してこっちにね襲ってくるので、簡単にねイノシシの皮を集めることが可能ですね。まあ草原の場合だったら歩きながらこうやって地面にね火打ち石の槍を突き刺してもらってイノシシをねおびき寄せるっていう方法が一番イノシシを集めやすいかなと思います。まあ他の敵も寄ってくるんですけどね。でこの火打ち石の槍っていうのは次のバイオーム黒い森とかでもね使うので、ぜひですね作っておいてほしい装備の一つですね。さてこんな調子で皮の切れ端をね集めていきましょう。で道中ですね空き家とかを探索してるとこんな感じで蜂の巣がねあることがあります。蜂の巣はですね後々めちゃくちゃ必要になるので、できたらここでね5個ぐらいは集めたいですね。見つけたら先ほどのように作業台設置して、この蜂の巣の周りのね木材を壊します。するとですね簡単に壊れます。で入手すると蜂蜜と女王蜂がね手に入るので、蜂の巣はね見つけたら必ず壊しておきましょう。これで8個以上、今9個集まったんでこれで OK ですね。これで拠点に帰ります。で道中ですね一応鹿いるんですけど、こいつでね近づいたら逃げちゃいます。なんですけどまあ槍投げとかでねこうやってシュッて投げると当たるとね簡単に倒せるんで、まあ別に槍投げの腕に自信がある方はこの辺で倒してもらっても大丈夫ですね。まあこの鹿狩りに関しては最序盤で調理設備を使って進行を止めてから
松明でやるっていう方法もあるので、まあその辺はですね、自分のスキルに合わせてやってみてもらえればいいんですけど、まあ今の状態ではですね、全然刈らなくても大丈夫です。で戻ったらこのね粗雑な弓を作ります。そしてこの木の矢ですね、この木の矢も作業台で60本ほど作っておきましょう。で拠点に戻ってきたら、さっきのね女王蜂と木10本でね蜂の巣が作れるので、この蜂の巣をねこの辺りに設置しておきましょう。で蜂は満足してるって出たら大丈夫ですね。でこの蜂の巣何ができるかっていうと、1日に1回ですねこの蜂蜜を入手することが可能です。でこの蜂蜜っていうのはまあ序盤ねスタミナ食としてかなり優秀ですし、あとはね薬を作る材料にもなります。なのでこの蜂の巣っていうのはね見つけたら必ず取っておきましょう。さてまあ粗雑な弓をですね作ったら、これでね鹿を飼っていきます。で弓の操作方法はですね、左クリックをずっと押すとこう的をね絞ります。的を絞り切ったところで離すと発射っていう感じですね。でこの弓を使ってですね遠距離で鹿を飼っていくっていう方法が一応正規の鹿の倒し方になりますね。結構ね近づくと逃げちゃうので、コントロールをしてしゃがみながら鹿に近づいて、あとはね標準を鹿のちょっと上ぐらいに合わせてあげると鹿をね狩ることができます。で鹿を倒すとですね、この鹿の皮そして鹿肉を落としてランダムで鹿のトロフィーを落とします。でとりあえず目標は鹿のトロフィーが7、そして鹿皮ができれば18以上欲しいですね。なのでこの草原でですね鹿を狩りまくります。鹿を狩りつつ蜂蜜集めつつ、そしてイノシシも倒しつつっていう形で行動していきましょう。はい、それでは鹿を狩り続けてですね、まあ、鹿皮と鹿のトロフィー、まあ、鹿皮20の鹿のトロフィー11、まあ、結構ね集まったので、ここでですね革装備を作っていきます。作業台を使って革の兜と革のズボンで革のチュニックと、でこれを作って、でこれでですね革装備完成でございます。まあ革のマントあるんですけど、まあ今は大丈夫です。でとりあえずですねここまで来たらいよいよねエイクスリを倒していこうと思います。さてそれでは革装備作れたらねいよいよエイクスリを討伐していきます。で必要なものがねこちら、まあ、装備はねあんま変わらないです。で鹿のトロフィーですね2つ持っていきましょう。石と木、これ焚き火に必要なクラフトなんですけど、まああんまり使わないので別にまあ20個ずつあれば全然大丈夫かなと思います。で食事ですね、食事は焼いた鹿肉、焼いたイノシシ肉で蜂蜜、この3つをね食べておきましょう。で休息済みのバフを取って先ほど登録したこの AX のロケーション、ここにね向かいましょう。はい、それではね到着しました。はいということでねいよいよボス討伐していくんですけど、まあこのボスはですねそんなに強くないです。今の装備だったら全然余裕で勝てるかなと思いますね。でボスなんですけど、必ずボスの祭壇とでボスを召喚するのに必要なアイテムっていうのがあります。で今回はですねボスを召喚するのに必要なアイテムは鹿のトロフィーですね。これを2個使うことでボスを召喚してね討伐することができます。まあこの数字のあるところにアイテムを配置してもらって、でその数字のボタンを押すと一応ねボスが召喚されますね。それでは行ってみましょうか。イデオエイクスリュ。まあ最初はですね
強化した火打ち石の槍でバスバスと殴っていきます。であとはですね、この弓ですね。弓で遠距離で攻撃していくのが成功法ですね。いろいろな攻撃パターンがあるんですけど、別に一撃で死ぬ攻撃っていうのは基本的にはないので、近づいてきたら逃げつつ、この弓で攻撃していく。まあ攻撃もね、別にそんな痛い攻撃はないので、弓矢をねひたすら当てていきます。まあ、もし余裕があればこういった形で右クリックとスペースを押すことで回避も可能なので、攻撃が当たりそうな時にこういった形で回避してもらえたらダメージはね減りますね。まあ別にそこまでしなくても基本的に弓当ててるだけで倒せるので、別に回避ができなくても全然大丈夫です。ひたすらもう弓を当てまくりましょう。でもしですね近接攻撃したいっていう方はね、まあ回避しながらこう火打ち石の槍をガスガス当てるだけで結構ね早く倒せます。これでもまあその辺はねお好みで、戦闘に自信がある方は近接攻撃でガツガツと倒してみてもらっても全然大丈夫です。まあこの装備ならほぼ負けないですね。はい、これでね第1のボスエイクスリュ討伐完了でございます。で落とすのが硬い鹿の角とエイクスリュのトロフィーですね。これを落とします。でボスを討伐した時にですね、必ず自分が一番最初に降り立ったこの祭壇、ボスのねトロフィーを捧げる祭壇があるんですよ。ここにですねボスのトロフィーを捧げに行きましょう。はい、ここですね。ここにエイクスリュのトロフィーを捧げると、これでですね第1のボス討伐完了になります。あとボスが12345と5体倒すと一応ゲームクリアですね。でちなみにですねボスを倒すとボスのね能力を使うことができます。でこれ今 F を押すと、今これでエイクスリュの力が宿りました。で左下見てもらうとエイクスリュ準備完了って書いてありますね。まあ、この状態でですね F のボタンを押すとこんな感じでボスの力を使うことができます。右上見てもらったらエイクスリュって書いてあって、まあ、タイマーがね作動してるんですけど、まあ、どういうことかっていうと、このねエイクスリュのバフが使えてる状態です。でエイクスリュのバフの効果はジャンプのスタミナと走りのスタミナがそれぞれ 60% ずつマイナスされてます。なのでめちゃめちゃ走れます。結構ね敵に追われてる時とかちょっとねスタミナ消費やばいなっていう時にこのエイクスリュのねバフを使うと結構ね逃げ回ることができるのでおすすめですね。で再びねボスの力を使うにはこの左下のタイマーですね。これ約20分でまたねボスの力使えるので、このボスのバフはですねずっと使うことができないっていうことだけ覚えておきましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね初心者向けに草原編解説してみました。まあ前回のね攻略動画といろいろ違うところもあるんですけど、やはりね設定の難易度っていうのをね変更できるようになったことで初心者の方もねぐっと攻略しやすくなったと思います。まあこのゲームねノーマルでもかなり難しいゲームなので気にせずねイージーで遊んでいただくことをお勧めしますね。
さて次回から黒い森編ですね。ここからね難易度少し上がっていくんですけど、安全にね攻略できる方法を紹介していきますので、次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。